ルネサンス期イタリアの混沌とした政治闘争と道徳的動揺のただ中にあって、ルクレツィア・ボルジアは美貌と陰謀、愛憎と権力の象徴として後世に語り継がれてきた人物である。彼女は教皇アレクサンデル6世ロドリーゴ・ボルジアの娘であり、政略結婚を通じてボルジア家の外交戦略の鍵を握ったが、その人生は決して一様ではなかった。兄チェーザレとの関係や複数回の結婚を通じて、ルクレツィアはしばしばスキャンダルの中心に据えられ、毒殺や近親相関の噂すらささやかれた。だが、これらの評価は果たして歴史的実像と一致しているのだろうか。女性が単なる権力の駒として扱われる時代にあって、彼女の果たした文化的政治的役割は過小評価されてはいないか。今回はルクレツィア・ボルジアの生涯を通じて、ルネサンスの宮廷社会、教皇権と国家の工作、そして歴史的評価の変遷に迫っていく。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、教皇の娘としての誕生と育成。ルクレツィア・ボルジアは1480年、スペイン系の名門貴族、ロドリーゴ・ボルジアとその愛人バノッツ・アカタネイの間にローマで生まれた。父ロドリーゴはすでに教会内で出世を重ねており、1492年にはアレクサンデル6世として教皇に選出される。ルクレツィアは幼少期から典雅な宮廷文化の中で育ち、詩、ラテン語、芸術に親しんだ。だが、その育成は単なる教育ではなかった。教皇の娘として、彼女はボルジア家の権力維持のための外交の手段として位置づけられていた。当時のイタリアは、フランス、神聖ローマ帝国、スペインなどが干渉し合う政治的断片国家群であり、ローマ教皇庁も一大権力者としてこれに加わっていた。教皇家族が世俗的影響力を行使するのは珍しくなく、娘を政略結婚に用いることはむしろ慣例とされていた。ルクレツィアもこの制度の中で極めて計画的に役割を与えられていったのである。彼女の出生と育成には周囲からの好奇と警戒の目が向けられていた。貴族社会の間では教皇の娘としての魅力と利害が交錯し、民衆の間ではボルジア系の風文がルクレツィアの人格と混同される傾向もあった。教皇庁内部ではロドリーゴの家族主義的な政治手法への批判が高まりつつあったが、それでもルクレツィアの存在は家族の勢力拡大には欠かせない資産とみなされていた。現代の研究ではルクレツィアが当時の政治的制度の中でいかに非自発的に役割を演じさせられていたかが強調されている。毒殺や近親相関といったスキャンダルの多くは後世の創作や誇張である可能性が高く、むしろ教皇の娘という制度の中に閉じ込められた少女の姿が浮かび上がる。第2章、最初の政略結婚とナポリ王国との結びつき。1493年、ルクレツィア・ボルジアはわずか13歳でナポリ王国の貴族ジョバンニ・スフォルツァと結婚する。この結婚は単なる家族間の縁組ではなく、教皇アレクサンデル6世の地政学的野望を反映した戦略的提携だった。ボルジア家はナポリ王国との同盟を通じてフランス勢力の南進に備え、教皇領を安定化させようと目論んでいたのである。この結婚の背景にはイタリア戦争の予兆が色濃く存在していた。1494年、フランス王シャルル8世がイタリア遠征を開始し、ナポリ王位を要求して半島に侵攻すると、ナポリを含む各勢力は動揺し、アレクサンデル6世もフランスとの関係再構築を迫られる。こうした中でルクレツィアの結婚もわずか数年で破綻を迎え、1497年には離婚へと至る。ナポリ貴族との婚姻解消に際しては教皇庁の裁定でジョバンニ・スフォルツァの不能が理由とされたが、これは明らかに政治的決断であった。夫はこの決定に怒り、ボルジア家に対して激しい非難を浴びせた。彼はルクレツィアが兄チェーザレと近親相関の関係にあるという流言をまき散らし、これが後のルクレツィア像を歪める要因となってゆく。当時の民衆はこのような宮廷内の婚姻と破談に対し、時に羨望、時に嫌悪の感情を抱いていた。
教皇の家族が教会の道徳を逸脱しているという非難はイタリア中の説教師たちからも繰り返し指摘された。この結婚と離婚の背景にはルネサンス期の婚姻制度、すなわち女性を外交の手段とみなす封建的慣習が色濃く影を落としていた。結婚は感情的な選択ではなく、家紋と家紋の政治的取引であり、ルクレツィアの意思はほとんど考慮されていなかったのである。現代の歴史学ではこの時期のルクレツィアに対し、能動的な陰謀家としての描写よりも家族権力の道具として翻弄された少女像が強調されている。特にジェンダー史の観点からは、彼女がいかにして男性たちの権力闘争に巻き込まれ、その人格を攻撃の道具にされたかが再評価されている。誤解と虚像が交錯する中、真実のルクレツィア像は今なお発掘の途上にある。第3章、アルフォンソ・ダラゴンとの結婚と暗殺事件。1498年、ルクレツィア・ボルジアは再び政略の駒としてナポリオ王家の諸子アルフォンソ・ダラゴンと再婚する。この結婚はアレクサンデル6世によるナポリオ王国との再接近を象徴していた。ルクレツィアにとっては2度目の婚姻ながら、夫アルフォンソとの間に感情的な結びつきも育まれていたとされる。だがこの関係もまたイタリア半島の権力構造の変動に翻弄され短命に終わる。1500年、アルフォンソは突如何者かに襲撃され重傷を負った後、回復の兆しを見せるが、その後病床で謎の死を遂げた。多くの記録はこの殺害の背後にルクレツィアの兄チェーザレ・ボルジアがいたと示唆している。チェーザレはこの時期、父アレクサンデル6世と共に教皇領の拡大に奔走しており、ナポリとの同盟が不要、むしろ障害になりつつあると判断していた。この事件の背景にはナポリ王国とフランスの構想という広域的文脈がある。チェーザレ・ボルジアは当時教皇軍の総帥としてフランス王ルイ12世の支援を受けており、ナポリとフランスの対立が深まる中でナポリ王家との縁が逆にリスクとなっていた。したがってアルフォンソの存在は除去すべき障壁とみなされた可能性が高い。セロンはこの暗殺に強い衝撃を受けた。教皇の娘の夫がローマの真ん中で殺害されるという事実は、ボルジア家の暴政と不道徳性を象徴する事件として扱われ、ルクレツィアへの非難も一層強まった。多くの人々は彼女がこの陰謀に加担したか、あるいは黙認したと考えた。制度的にはこの事件は教皇権の世俗的権力行使の限界を示していた。アレクサンデル6世が政敵や婚姻政策を通じて勢力均衡を図ろうとする中で、その子供たちはしばしば法や道徳を超越する存在として振る舞ったが、それは同時に教会の権威そのものを失墜させる結果となっていった。関係者の証言には食い違いが多く、チェーザレ本人は暗殺への関与を否定していたが、その野心的な領土政策とフランスとの結託関係を考慮すれば、アルフォンソの死が彼の利益に直結していたことは否定できない。現代においてはルクレツィアがこの暗殺にどの程度関与していたかについて歴史家の間でも意見が分かれている。ただし多くの研究では彼女を能動的な加害者としてよりも、むしろ家族の権力ゲームに巻き込まれた傍観者であった可能性が高いとする解釈が主流となっている。愛する夫の死を目の当たりにした女性としての側面は近年の伝記作品によってようやく正当に描かれ始めた。第4章、アルフォンソ・デ・ステとの結婚とフェラーラ公国への転身。1502年、ルクレツィア・ボルジアは3度目の結婚に臨む。相手は北イタリアの名門フェラーラ公エルコレ一世の嫡男アルフォンソ・デ・ステであった。この婚姻は単なる政略的結びつきを超えた歴史的転機であり、ルクレツィア自身がローマのボルジア家から独立し、一個の両方国家における公爵夫人として自立した存在となった瞬間である。この結婚は当初フェラーラ側にとって歓迎されるものではなかった。ルクレツィアの周囲につきまとっていた数々のスキャンダル、特に近親相関や毒殺といった風聞は保守的なフェラーラ宮廷にとって大きな懸念材料であり、アルフォンソ自身もこの縁組に難色を示していた。だが
ボルジア家の莫大な持参金と教皇アレクサンデル6世の政治的圧力により最終的に婚約は成立する。フェラーラ公国は当時ミラノとベネツィアの間に位置し、文化と学芸の中心地でもあった。ルクレツィアはこの地で徐々に信頼を勝ち取り、慈善活動や学芸の庇護を通じて公爵夫人としての評価を築き上げていく。ローマでの波乱に満ちた生活とは対照的に、フェラーラでは平穏で創造的な日々が彼女を待っていた。周辺諸国との関係においてもこの婚姻は大きな意味を持っていた。ボルジア家が権力の頂点から退く中で、ルクレツィアの結婚は教皇庁と北イタリアの諸侯との関係再構築を象徴する動きだった。アレクサンデル6世とチェーザレ・ボルジアが没落した後も、彼女は新たな家紋の一員として自らの立場を巧みに守り抜いた。民衆の感覚にも変化が見られる。フェラーラの人々は当初はローマから来た魔女としてルクレツィアに警戒心を抱いていたが、やがてその柔和な性格と文化的貢献に触れるにつれ、敬意と愛着を抱くようになった。とりわけ女性たちの間で彼女の慈善活動や宗教心は深く支持された。制度的には公爵夫人としての役割が重くのしかかる一方で、フェラーラ宮廷には教皇庁のような強大な宗教官僚制は存在せず、ルクレツィアには文化政策や内政に関わる裁量の余地が広がっていた。彼女は修道院の建設、劇作家や詩人の支援を通じて都市の知的活力を高める原動力となった。フェラーラ宮廷の関係者、とりわけオット・アルフォンソとの関係は良好であり、両者は時間をかけて信頼関係を築いた。宮廷詩人アリオストラはルクレツィアを知的で敬虔な女性として描いており、これはローマでの悪評とは全く異なる姿である。現代の研究ではこのフェラーラ時代のルクレツィアこそが真の彼女であったという再評価が進んでいる。後世の文学やオペラで醜悪に描かれた像は、政治的敵対勢力が残したプロパガンダの影響が強く、実際には文化と慈善に尽力した理性的な女性像が浮かび上がる。歴史の光と影の中で、彼女は自らの足で新たな道を切り開いたのである。第5章、フェラーラ宮廷における文化振興と芸術の庇護。フェラーラへの転居後、ルクレツィア・ボルジアは単なる公爵夫人にとどまらず、ルネサンス期北イタリア文化の重要な庇護者としてその名を刻むようになる。彼女は宮廷の中心的存在として詩人、画家、音楽家を保護し、特に女性の知性と信仰を両立させた理想像として都市の知的生活を牽引していった。1500年代初頭のフェラーラはルネサンス文化の先端地域の一つであり、エルコレ一世とその子アルフォンソ・デ・ステによる芸術振興政策が進行していた。そこに加わったルクレツィアは宮廷詩人ルドビーコ・アリオストや哲学者マルシリオ・フィチーノの信奉者らと親交を持ち、フェラーラ宮廷をフィレンツェやマントバに並ぶ文化都市に押し上げる一翼を担う。特に注目すべきは、女性としての知性と宗教性を兼ね備えたルクレツィアの存在が同時代の文化人に大きな影響を与えた点である。彼女は自ら詩をたしなみ、宗教劇の開催を支援するなど、文学と信仰の融合に力を注いだ。また、宮廷内には女性たちのための読書会や礼拝集会が設けられ、フェラーラにおける女性教養層の形成にも貢献している。この時期の周辺諸国との関係も、軍事的対立から文化交流へと様相を変えつつあった。フランスや神聖ローマ帝国との緊張関係は残るものの、ルクレツィアのフェラーラ宮廷には多くの外国施設や芸術家が訪れ、文化的ネットワークの交差点となった。外交儀礼においても、彼女は洗練された対話術と寛容な振る舞いで多くの来訪者を魅了したと記録されている。民衆の間では、ルクレツィアへの信頼と尊敬が確立されていった。とりわけ大飢饉や疫病の際、彼女が積極的に施しや看護に参加したことは都市の記憶に深く刻まれている。聖母信仰に預かった彼女は多くの修道院の保護者となり、宗教的信頼を勝ち得ていった。制度的には公爵夫人としての地位がもたらす権限を最大限に活用し、文化政策、慈善活動、
婚姻外交を巧みに組み合わせることでフェラーラ公国の安定と繁栄に貢献していた。教皇庁の権威を離れた彼女はより実務的かつ人道的なリーダー像を体現するに至ったのである。当時の関係者、特に宮廷詩人たちはルクレツィアを定宿にして英知あふれる女君と称賛し、彼女を中心に置いた詩作や彰子が数多く生み出された。これはボルジア家出身という血統が文化的高貴さと結びつけられる稀有な例であり、ルネサンス期女性の理想像の一つとなった。現代史学においてはこの時期のルクレツィアに対し陰謀や毒殺の象徴ではなく、ルネサンスの知的宗教的複合体の中で果たした役割が正当に評価されつつある。彼女が築いた文化空間は単なる装飾ではなく、政治的社会的意義を持つ制度的成果として認識されるようになった。誤解と悪評に包まれた人物像から実像への転換がようやく本格的に進んでいる。第6章、母としての苦悩と信仰への傾倒。フェラーラ宮廷での穏やかな日々の背後には母としての深い苦悩が横たわっていた。ルクレツィア・ボルジアは生涯に少なくとも8人の子を産んだとされるが、夭折や病死が相次ぎ彼女の内面に大きな悲しみを刻んでいった。中でも1512年に娘レオノーラを出産した際には出血多量により生死の境をさまよい、その後の健康を著しく損ねることとなった。肉体的な衰えと子供を失う悲しみは彼女を次第に宗教的内政の世界へと導いていく。この時期ルクレツィアは次第に宮廷生活の表舞台から退き、修道女たちとの交流を深めるようになる。とりわけフェラーラ市内のクララ会修道院やドメニコ会の活動を支援し、自らの信仰生活を高めていった。これは単なる私的信仰ではなく、当時のカトリック世界における女性の救済と真意への服従という宗教観を体現した実践であった。こうした信仰への傾倒は周辺諸国や教皇庁に対しても一種の道徳的浄化として移り、ボルジア家の名に染みついた悪評を払拭する一助ともなった。かつてルクレツィアを毒婦と非難していた声も、この頃になると苦しみを受け入れた聖母的存在として評価を修正するようになっていた。民衆の感覚にもまた変化が生まれた。特に病に苦しむ人々や孤児貧民に対するルクレツィアの施しと看護は、敬虔な公爵夫人としてのイメージを確立する契機となり、彼女の名前は祈りの言葉の中でしばしば唱えられるようになった。これは信仰と慈善が一体化したルネサンス末期特有の女性的徳の具現でもあった。制度面ではルクレツィアの晩年期における活動は公的権力というよりむしろ宗教的文化圏の形成に貢献していた。彼女は修道院の設立支援、聖職者への施し、貧民救済制度への資金提供を行い、女性による道徳的自治の一典型となった。公爵夫人という世俗的地位にありながら、宗教と慈善に基づく新たな公共性を体現していたのである。関係者、特に修道女たちや聖職者からの評価は高く、彼女の死後には聖々を称える声すら上がった。オット・アルフォンソ・デスでは晩年のルクレツィアを敬虔にして慈愛深き妻として回想しており、彼女の信仰と道徳性が家族内でも高く評価されていたことがうかがえる。現代の研究ではこうした晩年のルクレツィア像が再評価の鍵とされている。スキャンダラスな伝説と対照をなす母として信徒としての姿は、女性の歴史において特異な存在感を放っている。近年のフェミニズム史や宗教史において彼女の人生後半は制度の外側から倫理的影響力を行使した女性の先駆例として重要視されており、歴史的再解釈が急速に進行中である。第7章、死と遺産、ボルジア家の終焉とルクレツィアの残像。1519年6月24日、ルクレツィア・ボルジアは39歳の若さでこの世を去る。出産直後の感染症による死であったとされるが、病弱な体と精神的疲弊がその死を早めたことは疑いない。彼女の死は単なる一女性の終焉にとどまらず、ボルジア家という巨大権力の最終的な収束を象徴する出来事でもあった。この死の背景には、
フェラーラ公国の政治的自立と教皇庁との距離の取り直しがある。かつて教皇の娘として教会権力の中枢に至るクレツィアは、最終的にはフェラーラの一両方国家の母として地に足のついた存在へと変貌した。アレクサンデル6世もチェーザレもすでに世を去り、ボルジア家の華やかな時代は歴史の彼方へと退いていた。周辺諸国は彼女の死を冷静に受け止めつつも、フェラーラにおける政治的影響の変化には敏感だった。とりわけ教皇レオ10世やハプスブルク家の外交官たちは、ルクレツや亡き後のフェラーラ公国の動向に強い関心を示し、その文化的外交的役割の再定義を迫られた。一方、民衆の反応は極めて感傷的であった。ルクレツィアの死に際しては多くの市民が葬列に参加し、彼女の慈善と信仰を称える説教が修道院や教会で繰り返された。公爵夫人としてではなく、都市の母として悼まれた姿は、ルクレツィアが最終的に地域社会に深く根を下ろした証でもある。制度的には彼女の死後、フェラーラ公国の女性福祉制度や修道院支援基金の一部が彼女の遺言によって維持され、彼女の意思は制度として継承された。女性による公共的役割の形成という視点から見ても、この遺産は極めて先進的なものであった。当時の関係者たちは、彼女をかつての教皇の娘であるよりもフェラーラの守護者として記憶していた。詩人アリオストをはじめとする多くの文化人が彼女を理想の女性像として称え、その影響は後世の文学や思想に長く残った。現代の研究では、ルクレツィアの死は歴史的汚名の終焉とも位置づけられる。過去数世紀にわたり、ルクレツィアは悪女、毒婦、近親相関者として歪んだ形で再生産されてきたが、近年の学術的な再検証によって彼女の人間性、政治的手腕、文化的貢献が評価され直されている。フェラーラに根付いた慈愛の人、そして制度と信仰の狭間でも策を続けた近代初期の女性として、ルクレツィア・ボルジアは新たな光を浴びつつある。今回の動画は以上となります。ルクレツィア・ボルジアの生涯はローマ教皇庁の権力中枢に生まれながらも、政略の道具として幾度も利用され、数々の風評にさらされつつも、最終的には北イタリアの一小国で文化と慈善を担う存在へと転身していった奇跡であった。彼女の人生を貫いたのは、制度と道徳の狭間で女性として生き抜く困難であり、その姿は中世と近代の境界に揺れる時代精神を体現していた。ボルジア家のスキャンダルという陰影の中で描かれた彼女の像は果たして真実か。政治的道具としての婚姻、母としての苦悩、文化的講演者としての功績、それぞれの局面においてルクレツィアは自己をいかに位置づけ、歴史の流れの中で何を残したのか。その問いに向き合うことは、近代における女性と権力の関係を考える上でも不可欠である。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。